こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はひまわりの真ん中の部分、花芯を4種類ご紹介したいと思います。それではここに丸を4つ書いているのですが、1つずつ紹介していきます。まずこれから紹介していきます。茶色は2種類用意してください。お好きな色でいいと思います。2本取りで、この濃く塗ってある部分、ここサテンステッチで刺します。これは中心がサテンステッチで、周りがチェーンステッチで刺していこうと思います。はい、サテンステッチの部分を刺し終わりました。で、もう続けてやっていこうかなと思うのですが、こちらも、それからこちらも同じサテンステッチで刺してしまいます。これはこの中心のサテンステッチの部分が大きくなっています。はい、こんな風に刺してきました。そしたら、チェーンステッチで周りを刺していきます。今度は違う色の茶色。これ3本取りで用意しています。ですね、この縁のところからずっとチェーンステッチでこのようにして円に沿って刺していきます。はい、今ここまで刺してきたのですが、もうあと1ステッチ分ぐらいありますけども、この時にほんのちょっとだけ内側に針を出します。そして渦巻き状にだんだん中の方に進めていくのですが、あまり間が開かないように、1重目と2重目の間に隙間がなるべく開かないように埋めていきます。こんな感じですね。こことここの間に大きく隙間が開かないように刺していきます。それではずっと刺していきます。今だいたい2周回ってきたのですが、やっぱり円がちっちゃくなっていくので、このチェーンステッチの1針分の長さも少し短めで刺していきます。もう1重ぐらいでちょうどいけそうですね。布をすくってっていうのが難しかったら、こうやって針を先へ出して、そして糸を引っ掛けて、こうやって抜きます。はい。では、だんだんちょっとね、細かくてやりにくくなってきますが、丁寧に刺していきます。はい、これで埋まったので終わりにしようと思います。はい。
まず1つ目はサテンステッチとチェーンステッチで刺す過針になります。はい。では次は大きなサテンステッチの周りに同じく3本取り。フレンチノットステッチを埋めていく刺し方になります。1、2、3、30巻きで、順番に埋めていくのですが、少し間を空けて、で、後でその間をまた埋めていこうと思います。はい、ポツポツと一周回ってきたので、間の足りないところを埋めていきます。一重刺すだけではちょっと間が気になる部分があったりすると思うので、その辺はまた後で加えていってください。はい、これぐらいにしておきます。はい、では次はこちら、同じく3本取りです。スプリットステッチで埋めていきます。スプリットステッチ、このまず端っこの輪郭のところから刺していきます。この最初のステッチのこの間に分けて入ります。それをずっと繰り返していきます。今3本取りですけども、もうちょっと4本とか5本とかにされるとふっくらとした感じで刺せると思います。見た目的にはチェーンステッチと似てるのですが、こちらの方がもしかしたらやりやすいかもしれないですね。さっき言ったように本数が多いとその分ワンステッチも長く刺せるので、早くも刺せると思います。ではでは、ずっとこれの繰り返しです。で、ここまで来たら、ちょっと中に入る感じで、2列目を刺していきます。そして、どんどん先ほどと同じように、前のステッチに分け入って進めていきます。ちょっとここ間空いてしまうので、ちょっと寄せますね。寄せて、分け入って刺します。だんだんとステッチの長さを短くしていかないと、きれいに埋まっていきませんので、中心部へ向かうほど細かめのステッチにしてください。では順番に刺していきます。はい、ずっと順番に刺してきているのですが、ちょっと偏りが出てしまって、この辺だけまだたくさん残っていますので、そこだけを後で刺していきます。反対側のこっちのスペースはみんな埋まったんですけどね。空いているところを短いステッチで埋めていきます。はい、3つ刺し終わりました。では残るはこちらなのですが、このよいしょ、格子を書いているので、まずはその一方方向のラインをこのように刺していきます。
バスケットステッチの刺し方っていう動画もありますが、まずこれがバスケットステッチの刺し方の一つになります。5本取りぐらいにした方が良かったかな。では今度、直角、こちらからこうではなくて今度こうですね。これをこの糸の上を、次は下、次は上、下という風に一つおきにすくっていきます。で、今度こちらから戻るのですが、この列とは今度上下上下が反対になります。なので、この一番端っこのこの部分は下にあるので、今度は上ですね。上、次のところを下で1個飛ばしですくっていきます。こういう感じですね。もうちょっと向こうに。はい。で、一つずつ。はい。今度は、また上下上下を反対にしながら刺していきます。はい、こんな風に刺してきましたけども、まだまだ間があるので、この間を埋めていきます。だから間を2列埋めないといけないですね。はい、こうやってこの間も2列ずつ埋めていきます。このように上下上下しながら刺してきました。こちら側ももうちょっと間に増やした方がいいかなと思ったのですが、なんか結構びっしりと詰まっているので、もうこれで終わりにしようと思います。見た時に足りないなっていう感じだったら、またこう反対側からも上下上下で加えてみてください。どうでしょうね。4種類ご紹介しましたけども、最後に花びらがつくとどんな感じになるのかなっていうのをご紹介したいと思います。はい、それぞれに花びらを加えてきました。どんな感じでしょうかね。パッと見てどれがお好みですか？私はこれが一番好きかな。で、このバスケットみたいな感じの花芯ですが、この縁にフレンチノットステッチを加えてもいいし、アウトラインステッチとかバックステッチでこの際をきれいに決めてみてもいいと思います。これもなんかこう艶が出た感じでいいですよね。自分で紹介しておいてなんですが、このチェーンステッチが一番やりにくかったなって感じがします。いろいろアレンジもできると思うので、あと今日使った色じゃない感じの色で試してみられてもいいと思いますし、いろいろアレンジ可能なので、ぜひ楽しみながらひまわり刺繍の参考にしてみてくださいね。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったなって思われたら、チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。コメントやリクエストお待ちしていますので、お気軽にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。